ばんは。いやー、みんなが何を求めてるのかはわかんないですが、ジョンは喋ります。ただ、好きなことを。シオンは、しんみりしたの。もうし終わった後なのね。いや、してるよ。いや、そりゃさ、思い出したりさ、喋ってたらさ、そっかーって思うけど、もうね、し終わった後なんですよ。でも、みんなはそうじゃないなと思って、みんなは、ね、募る思いもあると思いますし、いや、シオンもあるけどさ、永遠の別れってわけじゃないからさ、そこなんだよね。シオンと多分みんなの違いは。永遠の別れじゃないけど、みんなは見れなくなっちゃうっていうのが、シオンとみんなとの違いだと思ってて、今日はね、てかね、昨日ね、寝る前にね、マネージャーからさ、明日、シオンさん、よかったらスタジオ来ませんかって言われて、ちょっとしか入れないけど、それでよかったら、行こうかなみたいな感じで言ったの。いや、手ぶらじゃちょっとと思って、なんか面白いもんないかなって考えたの。なんか面白いもの渡したいなと思って考えた結果、バカでかい花束を持ってったら面白いなと思って、おめでとうみたいな感じで卒業、おめでとうかどうかわかんないけど、バカでかい花束を渡したら、なにこれでっかってなるかなと思って、バカでかい花束、なんか、こんぐらいの大きさの、みたいな、抱えた時の手のポーズして、こんぐらいの、抱えた時にこんぐらいになる花束が欲しくて、って言って、花屋さんに行って、ピンクと水色がメインで、みたいな感じで作ってもらって、バカでかい花束を。なんかね、めっちゃ綺麗でさ、バカでかい花束めっちゃ綺麗で、バカでかい花束を抱えて、アクアちゃんがいる控室のところにバッて入って、おめでとうございますって言って、バカでかい。てか、行くことも言ってなかったの？今日行きます。今日行くよみたいなことも言ってなくて、それにびっくりしてて、まずなんかシオンちゃんなんでいるの？なんでいるのってそこにずっとびっくりしてて、花束渡したんだけど、おめでとうございますって言って、普通に渡したんだけど、花束を抱えながら、待って、なんでシオンちゃんいるの？なんで来たの？なんで何これとか言ってずっとなんでシオンがいるのかについてびっくりしてて、待って花束じゃん、何これめっちゃ綺麗なんだけどとか言ってて昨日いるからよかったら来ませんかって言われたから来たんだよって言ったら、私のことめっちゃ好きじゃんって言っててありがとう、めっちゃ綺麗、写真撮ろうとか言ってて、そう、なんか喜んでてよかったと思って、なんか思ってたんと違うけどなんか思ってたんと違うけど、なんかめっちゃ喜んでるしよかったと思って、私の色だとか言ってて、結構喋ってたら、なんかツイートしようとか言ってツイートしてて、で、ソラミーちゃんが来て、ちょうど収録してたみたいな感じで、早く終わらせて、早く来たんですよとか言ってめっちゃ面白い嵐のようなラミーちゃんが来て、嵐のように去っていったね何角刈りの人ねえ、それさ、アクアちゃんも言ってたんだよ。角刈りの人とか言って、角刈りの人って何なの？知らないんだけど、角刈りかなとか言って角刈り？ハードコアのマイクラで角刈りだったんだからそういうこと握手をてーてーなんでとか言ってさって言っちゃって、いや全然いいのにと思いながらいいのに喋ろうよって思いながら、アクアちゃんとなんか何喋ってたかな。始まる前に帰ろうと思ってたからさ、そもそもシオンはマジで頑張ってねって言って、応援してるからって言ったら、なんで帰っちゃうのって言われて帰って家で見るよって言って、帰って家で見ますよって言ったら、なんで帰らないで、なんで帰っちゃうの？ここで見てけばいいじゃん、画質いいんだしって言われていや、だってさ、ここでさ、泣きにくいだろうと思って、スタジオでさ、見て泣いちゃったら泣きにくいだろうがと思って、言わなかったけどいやいや、これ終わってからしゅんちゃんいなかったら怒るからね、あっちとか言ってと思って、
絶対言ってんねって言われて、帰りますよーって言いながら、ちょっとマネージャーと喋ってたから、ちょっと言ったんだけど、結局時間になっちゃって、時間っていうかだいぶギリギリになっちゃって、帰りながらは見たくないなと思って、なんかゆっくり見たいじゃん。だから、見ていくかと思って、大丈夫ないけど、と思って。大丈夫ないけど、見ていくかと思って、見てたわけ、マネージャーとさ、二人でさ、結構無言で大集中しながら見てたね。じーっとこうやって見てて。めっちゃ良かったなーって。ゲストパート収録だからさ、シオマジでさ、花束抱えて会いに来た人なんだよね。マジ。ただの。で、見てて、結構うるうるしてた。まずさ、2期生でさ、まずうるっと来てさ、普通に。自分で。と思って、普通にうるっと来てたんだけど、その時は泣いてないの？なんか、しんみり。で、そっから、結構さ、ゲストパートがあって、終わって、メドレー入って、メドレーはさ、楽しそうな曲もいっぱいあったじゃん。だから、頑張ってるねと思って。頑張ってるねと思って。いいねと思って。アイドルだねと思いながら見てたら、MC 始まってさ、なんか、ちょっと泣きながらさ、ラストなんですけど、みたいな感じで歌えるかなって言ってて。うわ、待って、これ、うわ、アクア色パレットやってなって。でさ、もうそこで号泣ってか、そこまでは結構、マネージャーが隣にいるのね、そもそも。涙が溜まってたんだけど、目ん玉に。涙が溜まってたんだけどさ、流れてなくて、別に、なんか、ちょっと垂れてる涙もあったんだけど、うーみたいな感じじゃなかったの。わかる？言ってること。涙がまぶたに大量に溜まってるだけだったの。で、溢れ出た涙が垂れてたりしたんだけど、こらえたなと思ってたの。こらえたなと思ってたら、マネージャーがさ、終わった、一通り終わって、ライブが。マネージャーがさ、後ろからさ、めっちゃ泣いちゃったって言いながらさ、ティッシュを取りに来た瞬間、さ、喋りかけてきた瞬間、シオも、わかるで、号泣。いや、わかるで、もうなんか溜まってた涙が全部出てきて、もう号泣した。わかるとか言って。控室で待ってて、見ながら待ってただけだからさ、結構終わったけど戻ってくるまで長かったから、ティッシュ鼻水かんで涙を拭いてさ、二人でマネちゃんとでさ、戻ってくるんだと思って、なんか泣いてたってバレたらめんどくさそうだなと思ったからさ、早く涙を拭き切らないとと思って戻ってきたさ、なんかニッコニコのアクアちゃんがさ、しおんちゃん泣いたって聞いてきてさ、うわ、うざーと思ってこいつさっき号泣してたくせにうざすぎると思っていや、泣いたよ、マネちゃんと二人で泣いちゃった、最後のアクア色パレットで。泣いたんだーとか、うざとうざすぎーと思ってお疲れ様ーっつって、私も泣いちゃったわーとか言って、そう、いつも通りだったよ。泣いたよって言った。いやー、伝説の瞬間をなんか、すごい特等席で見ちゃったな。見ていってよかったなって思った。家でしっぽり見ようと思ってたけど、一人で。家で一人で、って泣きながら見ようと思ってたけど、見ててよかったなって思った。そのスタジオで。帰りもさ、タクシーのところまで一緒に、スタジオ出るところも一緒に歩いてたわけなんだ。もうここに来ることないんだよって。確かに。ほんとだって言ってた。動画撮っとけよかった。20何億のスタジオ。あるだろ、その辺に動画。確かに。プロライブのミナとアクアからミナとアクアになる瞬間に立ち会ってしまったと思ってさ。なんか、特別な瞬間を見ちまったなと思って。いや、エモいよね。歴史的瞬間だったよ。伝説見ちゃった、伝説。またねって言ってさ、帰ってきた。そんな感じだったな。いや、よかったね、ライブ。ヤゴーと喋ってたわ。ヤゴーさんに聞きたいこといっぱいあるんですよって言っててさ。シオンないけどな。と思って
まずそこで驚き。でしかもなんかめっちゃ真面目な話してたしね。いや、聞きたいことないな。免許の種類気になるな。あ、気になる。それ気になるな。ちょっとそれ聞きたい。アクアちゃんはね、最初から最後までアクアちゃんだったよ。変わらないなーって思った。ずっと変わんねえなーって思った。最後に言われたことをまたねー、バイバイって言った時にさ、絶対ドライブ連れてってね。わかったよーって言った。わかったよーって言った。マイクラのさ、なんか手紙みたいなの書いてたよね。しかもさ、なんかさ、ちょっと見てたんだけどさ、普通に号泣しちゃってさ、あんま見れなくてさ、知らないんだけどさ、実は、昨日、普通に泣いちゃって。いやもう聞いてられねえと思って、聞けないと思って、あんまなんて書いてか忘れちゃったんだけど、書いてたよね、ドライブ行こうね、みたいな。書いてなかったっけ？書いてた気がするんだよね、そこにも。絶対行かないといけない。書いてたよね。最後。一番最後かよ。シオンのこと好きすぎ。見たいな。見よう。今日は雑談配信をしてしまったから、今度ちゃんとじっくり見に行こう。背中のさ、この腕のさ、腕の付け根の骨、腕の付け根の骨っていうかさ、何これ？そこに手が生えるのが普通みたいな。わかる？なんか生えるのが当たり前みたいな、らしいよ。で、何がどう頑張ったらそんなとこに手が生えるのか意味がわかんない。